はい。じゃあ歌います。普通に。はい。いつもだいたいでもう一回お願いします。すいません、もう一回お願いします。いつもだいたい冷淡な態度で不意に会いたいなんて言葉でついに第六感から帰国でもそんなんじゃ止まらない I love you お願いします。ついに第六感から帰国ですね。 OK です。ちょっと何回かやっていきます。ついに第六感から帰国でもそんなんじゃ止まらない I love you すでに always 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 あざっす。はい。じゃあこんなもんすかね。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。よろしくお願いします。お願いいたします。まあロケ地じゃないですかね。ここどこですか？ここはですね、なんと韓国で撮っております。そうですね、やっぱり建物の感じが日本とはなんかちょっと違うというか、でも日本では多分なさそうだなっていうのがすごく分かるようなロケーションといいますか、なのでなんかそういうところも含めて楽しんでいただけたらなと思っております。サウンド面は結構僕らの曲では割と珍しくボーカル、ギター、ドラムなんで、ギターは結構基本的にずっと、鳴ってたり、ド頭から鳴ってたりすることが割と多いんですけど、この曲は鳴ってなくて、ベースのリフ、シンセベースのリフみたいなのがこうずっとループでこの曲鳴ってるんですけど、最初ギターで弾こうかなって思ってたんですけど、ちょっとやっぱこれなんかベースで面白いベースの音で弾かせたらクールになるかなと思って変えましたね。その辺、それもニューオーダーとかデペッシュモードとかその辺のバンドの曲からちょっとインスピレーションを受けて、そういうサウンドだったりフレーズ感をちょっと意識したりして、曲を通してループのものができました。結構その僕たちの曲はトラック数が基本的にかなり多いんですけども、この曲はかなり音数が少なく、かつやりたい雰囲気も出したので、だから結構シンプルな曲なのかなと思います。今までの曲と違うところといえば、かなりそのトラック数が少ないっていったところですかね。そうですね、僕たちが影響を受けたポストパンクの色をすごく色濃く反映できた曲なのかなと思っていて、ただ結構コード進行とかメロディーとかは明るいので、ポストパンクの暗さみたいなのもイントロとかで結構そういう印象は持たれるのかなと思うんですけども、使ってる音とかも結構暗い音とかも多かったりするんですけども、コード進行とメロディーによって共存した一曲になったのかなと思います。
ちの、話を聞いて、全然報われない恋愛ばっかしてるやつで、そいつってこういう気持ちなんかなっていうので書いたっていうのがありますね。はい、6割自分の体験で4割は聞いた話とか、なんかその曲を書いてるタイミングでそういう話を聞くと、歌詞にしたくなるというか。はい、ありがとうございました。ついに大道館から帰国でもそんなんじゃ止まらない I love you すでに always 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 you 早い曲を入れる。確かに疾走感、確かに疾走感、が確かにある曲を入れようってなって、この曲みたいな感じにしたいねみたいなところから膨らませていって、じゃあポストファンクっぽくやってみるかみたいな感じで今の感じになった次第でございます。確かに。でもなんかハッピーな内容じゃないけどハッピーなテンションで、この曲に関しては共感して泣くというよりかはなんか頑張ろうみたいな、そういうポジティブな気持ちで思って帰ってほしいみたいなのはちょっとあるですね。その1年というかここまでの活動を経て、そのちゃんと表現できてこなかったことを、ちょっとストレートにやってみるじゃないですけども、結構でもちょっと結構割と振り切れた曲なのかなとは思いますね。その音の選び方だったりとか含めて僕たちが表現したい一つとしてかなり色濃く反映できた曲なんじゃないかなと思います。そうですね、爽快感にあふれてますね。確かに初のね、海外での撮影だったということで、現地の韓国のスタッフの方と、日本のやってくれている人たちとコラボレーションじゃないですけど、感動が起きた作品になるんじゃないかなと思います。多分解釈って人それぞれちゃうと思うんですけど、みんなはどういう解釈を MV 見てしてくれるのかなとか結構楽しみ